ブレンダーフェスにお越しいただきありがとうございます。フリーランスの 3D キャラクターモデラーとして活動している夏森勝です。普段は X でブレンダーのチップスを発言したり、YouTube チャンネルにキャラクターモデリングのタイムラプス動画を投稿したりしています。また、これまでにブレンダーでアニメキャラクターを作ろうという前後編構成の本を執筆し、さらに最新作としてブレンダー 3DCG アニメーション実践入門、キャラクターの魅力を引き出す動きの作り方も出版しました。以上が簡単な自己紹介でした。今回の講義では、キャラクターモデリングから Digify を使用したアニメーションの作成、さらに Unity を介して VR チャットにモデルを持ち込むまでの工程について、実際に実演を交えながら解説していきます。この動画ではこちらの下絵を使用します。後に Unity に 3D モデルを持っていくので、事前にキャラクターの身長を決めておくことをお勧めします。点キーの5を押して平行投影にすると、死体の背面に仕切り線のようなものが表示されます。これはモデルの大きさを決める際の目安となるグリッドです。1グリッドは1メートルの大きさなので、このグリッドを基準に死体の大きさを変えるといいでしょう。今回のキャラクターは身長が小さめなので、だいたい 130cm になるように調整しています。作業を始める前にキャラクターモデリングをはかどるおすすめのアドオンを紹介します。編集からプリファレンスをクリックすると、ブレンダープリファレンスが開くので、この中からエクステンション入手をクリックします。この中で現在有効になっているオートミラー、エッジフロー、F2、ループツールズ、ミオ 3UV、SK キーパーの6つはキャラモデをする際に大変役立つアドオンとなっております。これらの機能は後ほど作業中に解説をしますので、まずはこの6つを有効にするといいでしょう。アドオンを有効化する方法ですが、まずは欲しいアドオンの名前を検索します。ヒットしたらインストールボタンをクリックすることでアドオンをブレンダー内に入れることができます。ちなみにエクステンションというのはブレンダーエクステンションというサイトがあって、そこにユーザー同士で作ったアドオンを共有することができるのですが、このサイトを通じてブレンダーから直接アドオンをダウンロードしたり更新したりできる仕組みのことです。この仕組みのおかげでブレンダー内で簡単にアドオンの管理ができるのです。また、デフォルトで搭載されているアドオンもあるので、こちらのおすすめも紹介します。アドオンをクリックして、この中にあるノードラングラーとDigifyを有効にします。今回の講座では Digify というアニメーション用のリグを使用するので、こちらは必ず有効にしておきましょう。あと、こちらは外部アドオンですが、Digify to Unity という Digify を Unity に持っていけるようにすることができるアドオンがあります。この講座では Digify を Unity にインポートできるようにするので、この外部アドオンをダウンロードしておきましょう。こちらのダウンロード方法ですが、まずは Digify to Unity と検索しましょう。すると GitHub がヒットするので、これをクリックします。サイトに入りましたら、右上のコードをクリックし、さらにダウンロード ZIP をクリックすることで ZIP ファイルをダウンロードすることができます。ダウンロードされましたら、プリファレンスのアドオンをクリックし、右上の項目からディスクからインストールをクリックして、先ほどダウンロードした ZIP ファイルをインストールしましょう。それでは早速キャラクターモデリングを始めていきます。ここでは平面からモデリングするやり方を紹介します。追加のショートカットである Shift+A キーを押して平面を追加します。タブキーを押して編集モードに切り替えましたら R キー、X キー、90と入力して X 軸に90度回転させます。点キーの1を押して正面視点に、点キーの5を押して平行投影であることを確認します。顔に合うように G キーで平面を動かし、S キーで大きさを調整します。この時、平面が目を包み込むように配置するのがポイントです。後でループカットを使って目の周りの形を整えるので、今は大まかにフィットさせておけば大丈夫です。3D ビューポットの右上にある透過を切り替えを有効にするとオブジェクトが透過されるので、こちらも必要に応じて切り替えましょう。次は平面をミラー化します。ここで先ほど有効にしたアドオンの一つであるオートミラーを使用します。このアドオンはワンボタンでオブジェクトをミラー化できる機能で、作業の効率が大幅に上がる優れたアドオンです。サイドバーに編集があるのでクリックして開き、オートミラーパネルをクリック。さらにこの中にあるオートミラーボタンをクリックします。
すると平面が簡単にミラー化されるので再び調整します。中央の頂点を2つ選び、点キーの3を押して側面指定に切り替え、前に押し出します。こうすることで、後でループカットをしても平面の立体感が維持され、スムーズにモデリングができます。次はループカットをします。コントロール R を押して、縦と横に3つの辺を追加します。中央の頂点を選択し、X キーから頂点を削除して穴を開けます。オルト左クリックをして周辺の頂点を選択したら、E キーからの S キーで押し出しと拡縮をします。次は下体の絵を囲むように頂点の位置を調整します。G キーを2回押しすると頂点を辺に沿って動かすことができます。これをうまく使うことでメッシュの外側をきれいに整えられるのでうまく使いましょう。点キーの3を押して側面指定にし、こちらも形を整えます。目の周りは少し凹んでいるので穴の中へ流れるような形にするのがコツです。今は頂点数が少ないので形はいびつですが問題ありません。モデリングを始めるときは最初に最低限の頂点で作り、そこから必要に応じて増やしていくのがポイントです。この方法なら形を整えながら無理なく進められます。顔をモデリングする際、顔は正面、側面と分かれていることを意識しましょう。正面と側面の境界が曖昧になると、斜め顔がきれいにモデリングできなくなります。人の顔は意外と正面にあるので、ここは気をつけるといいでしょう。次は口周りを制作します。右側の頂点3つを選択し、E キーで押し出して顎先へとつなげます。目の下から口の下へ続くトポロジーは顎のラインを作るのによく使われます。3D キャラは斜めの角度で見られることが多いため、この角度をきれいに作る上で重要なトポロジーです。コントロール R キーでループカットして、下絵の顎に合わせて頂点を調整します。こちらにもループカットを入れて鼻の形を作っていきます。額の形は煽り視点から見たときに滑らかな曲線になるように整えるのがポイントです。中央が鼻の形に引っ張られて尖ってしまうことがあるので、そうならないように注意しながら曲線を意識しましょう。口の周りの頂点を選択し、E キーからの S キーで押し出しと拡縮をします。ループカットも行い、口周りを作り込みます。口の上下2つの頂点を揃えておくことで、後に口を開けたり閉じたりするといった表情を制作する際に頂点がぴったりと重なるので作りやすくなります。目と口の中をモデリングします。目の周辺をオルト左クリックで辺ループ選択したら、点キーの7を押して真上視点にし、E キー、Y キーと Y 軸方向に押し出します。さらに S キー、Y キー0と入力して決定。目の中を面で埋めたいので、辺ループ選択をして、面メニューを表示するコントロール F キーを押して、グリッドフィルをクリックします。左下のオペレーターパネルからスパンとオフセットを調整して穴を埋めます。先ほどと同じ操作を口の中にもします。横に並んだ頂点をきれいに揃えたい場合は、S キー、Z キー0と入力するとできます。こちらはグリッドフィルができないので、F キーによる面作成で穴を埋めていきます。後頭部の制作に入ります。目尻側の頂点5つを選択し、E キー、Y キーで Y 軸方向に押し出します。点キーの7を押して真上にし、押し出した頂点を中央にくっつけます。コントロール R でループカットをして G キーで形状を整えます。正面と後頭部をつなげるために頭部の側面の頂点を押し出します。点キーの位置を押して正面指定にし、側面の頂点を選択したら、E キーで頭頂部へと移動します。頭頂部と側面の頂点2つを選択し、右クリックから細分化を選びます。そして、オペレーターパネルから細分化を3と選びます。頭部に合うように頂点を調整します。頭部を作るために辺を細分化します。数字の2を押して辺選択モードにします。辺2つを選択し、右クリックから細分化を選択。数字の1を押して頂点選択モードに戻します。右側に五角形ができたので、頂点2つを選択して J キーで面を分割してつなげます。頭部の辺を選択し、X キーを押して辺を妖怪を選びます。これで辺のみを消すことができます。眉間あたりの頂点4つ、頭部の頂点4つを選択したら辺メニューのコントロール E キーを押します。この中にある辺ループのブリッジを選ぶことで
選択した頂点間に面を作成することができます。後頭部にも同じ操作を行います。点キーの3を押して側面視点にしたら、コントロール R で正面と後頭部に辺を3つ追加します。キャラの頭部に合わせて G キーで調整します。側面の穴を埋めます。辺を選択し、細分化から分割数を3にします。さらに頂点2つを選択し、F キーで面を作成します。こちらは各頂点を選択して F キーで埋めていきます。鼻の形はナイフツールの K キーを使用します。左クリックでメッシュをナイフのように切り刻み、エンターで決定します。ちなみにキャンセルはエスケープキーとなります。首周りを制作します。編集モードにいることを確認し、シフト A キーから円を追加。オペレーターパネルから頂点を8と設定。ミラー化によって頂点が重なってしまっているので、左側の頂点3つを削除します。拡縮する際、3D カーソルを起点にしたいので、トランスフォームピボットポイントを 3D カーソルに切り替えます。円を選択し、S キーを押して円を小さくします。調整が終わったら、ピボットポイントは中点に戻しておきます。円を首の付け根あたりに移動し、側面からの角度も回転の R キーで調整。そして E キーで押し出して首を作成。ループカットもして頭の付け根を作ります。さらに、辺ループのブリッジやグリッドフィルを駆使して首と頭部をつなげます。顔や人体を制作する際は側面が少し見えるようにするのが大事です。また側面に近づくにつれて見える面の面積を小さくしていくとモデルが立体的になります。人体は完全な真四角ではありませんのでここは意識しましょう。次は人体をモデリングします。人体は円柱や球体を先に配置しそこから作り込むというやり方で進めます。オブジェクトモードに切り替えたらシフト A キーから円を追加。サイドバーからオートミラーをクリックしてミラー化。編集モードにしてピボットポイントを 3D カーソルに変更して S キーで拡縮。首の付け根あたりに移動します。腕と足の付け根にも円を追加します。モディファイアのクリッピングを一旦無効にしてシフト A から円を追加。腕の付け根となる箇所に配置します。シフト D キーで複製し、足の付け根にも円を配置。終わったらクリッピングを有効にします。胸となる球体を追加します。シフト A から UV キーを追加。左下のパネルからセグメントを10、リングを4にします。点キーの3を押して側面視点に R キー、X キー、90と回転。透過をして UV キーの右半分を削除します。クリッピングは必要に応じて有効無効を切り替えます。次は上半身を制作します。胸の内側の頂点4つを選択。E キー、X キーで X 軸固定の押し出しをします。上部の頂点3つを選択し、肩の手前から後ろ側の方へ合計5回の押し出しをします。そして F キーで押し出したメッシュと腕の付け根の頂点を面で埋めます。E キーと F キーによる面の押し出しや生成を使用して簡単な形状でいいのでどんどん作っていきます。コントロール R キーや M キーによる頂点の結合も必要に応じて使用します。頂点を一つずつ調整するのが大変な場合は 3D ビューの上にあるプロポーショナル編集を有効にすることで頂点をいっぺんに調整することができます。肋骨は少し斜めに傾いていますので、この傾きを意識しましょう。3D ビューの右上にあるオーバーレイから統計を有効にすると、左上に選択している頂点の数などが表示されるようになります。頂点の数を素早く見たいときなどによく使用する機能です。次は下半身を制作します。足の付け根の内側の頂点3つを E キー、X キーで内側に押し出し、ループカットで頂点を増やします。上半身と下半身の頂点を選択し、コントロール E キーから辺ループのブリッジを実行。コントロール R で横に辺を4つ追加し、移動の G キーや拡縮の S キーなどで調整。今回制作するキャラはデフォルメ具合が強いので、くびれはほとんど強調しなくて大丈夫です。ループカットや押し出しなどを駆使し、体をざっくりと作ります。人体の側面は
完全にまっすぐではなく、肋骨も骨盤もやや傾いています。そのため、お腹は少しぽっこりとさせるといいでしょう。このまま押し出しやループカットを使用して腕と足を作成します。手首の断面は円形ではなく楕円形なので、ここは気をつけましょう。腕と足の関節は後にリギングを行う都合上、内側の頂点は少なくし、外側は多くします。足も製作します。今回製作するキャラはデフォルメ具合が強いので、足もそれに合わせて大きくします。こちらも側面が見えるように調整するのが大事です。コントロール点キーの3で左側視点から調整する際は、一旦ミラーのリアルタイムを無効にすることで、足の反対側を見ることができます。手の製作に入りたいので、まずは指から製作します。一旦他のメッシュを非表示にしたら、オブジェクトモードで円を追加します。パネルから頂点を6つにし、E キーで押し出していきます。オートミラーもうまく活用し、モデリング効率を上げます。ループカットで関節となる部分を作成。関節の外側と内側の頂点も調整します。細分化をする際、パネルからN ゴンを作成を無効にすると五角形以上にならずに分割できます。ループカットをして指をさらに作り込みます。指を作成したらミラーを適用して Shift D で指を複製。小指は少し小さくし、親指は回転で調整します。指と指の間は変ループのブリッジを使用して面を作成。そして指の第三関節となる箇所はどんどん押し出してメッシュを作成。後で腕と手首を連結するため手首に近づくにつれて頂点を減らしていくのが大事です。ここでは最終的に手首の頂点数が20個になるように目指します。頂点を1つ選択した状態で F キーを押すと頂点2つの対角線上に頂点を追加し面を作成することができます。これは冒頭で追加したアドオンの一つである F2 という機能でモデリングの効率が上がるので有効にすることをお勧めします。手のひらは結構分厚いので細くならないようにしましょう。頂点数が増えてきたのでモデリングがだんだん大変になってきました。そこでモデリングに役立つ機能をいくつか紹介します。一つ目は頂点をスムーズにです。頂点選択モードで対象の頂点を選択し、右クリックから頂点をスムーズにを選びます。左下のパネルから数値を調整することで滑らかにすることが簡単にできます。ただし、これは元の形状を無視して滑らかにしてしまうことが多いので、形状を維持したいときは、2つ目のスカルプトモードのスライドリラックスがおすすめです。こちらはメッシュの形状を維持しつつ、均等に整理できる機能となります。スカルプトモードに切り替えたら、3D ビューの下にあるアセットシェルフ内からスライドリラックスを選びます。そして、シフトを押しながらドラッグすると、簡単にメッシュの整理ができます。3つ目は、ループツールズのリラックスです。ループツールズとは、モデリングの手助けとなる機能が複数格納された優れたアドオンの一つです。編を選択し、サイドバーの編集からループツールズパネル内のリラックスを選びます。すると、ガタついた編を簡単に整えることができます。最後はエッジフローです。こちらは感覚が乱れたエッジをきれいに整えることができるアドオンで、モデリングでは特に重宝します。例えば、このエッジの感覚を整えたい場合、辺選択モードにして対象の辺を複数選択します。右クリックからセットフローを選ぶことで整理されます。尻尾など細長いものをモデリングする際、大変役立つアドオンですね。これらの機能をうまく活用して作業効率を上げていきます。終わりましたら、手が真横になるように回転。手首に連結するように移動や拡縮で調整。モディファイアからミラーを追加して一旦手は完成です。人体と顔の頂点数を増やして作り込みます。サブディビジョンサーフェスを使用すれば簡単に頂点数を増やせますが、細かい調整ができないので、ここではループカットなどで頂点を増やして調整します。スカルプトモードからスムーズというブラシを使用すると、頂点を滑らかにすることができます。
モデリングのコツですが、それぞれの面の大きさをできるだけ均等にしましょう。特に顔や髪の毛などよく見られる箇所を制作する上で重要なテクニックで、例えばこのように面の大きさに差がありすぎると滑らかな形状が作りづらくなるのですね。あと、形状が美しくなくなるのも理由です。ですので、面の大きさはなるべく均等にするのを意識しましょう。顔はよく見られる箇所なので、ここでは特に頂点数を増やして面が均等になるようにしましょう。白目部分の頂点が増えすぎているので、一旦頂点を最低限にします。頂点は増えるほどモデルデータがとても重くなります。このモデルは外部に持っていくので、隠れて見えないところ、頂点が少なくても問題ないところは頂点を減らすことをお勧めします。手のモデリングでも使用しましたが、3D ビューの右上にある自動頂点マージを有効にすると、頂点を重ねた際、自動で結合してくれます。エッジフローでうまくいかないときは、リラックスの方がうまくいったり、スライドリラックスよりも頂点をスムーズにの方が早く仕上がったりなど、モデリングで使用する機能は一つだけでなく、複数使用するのが望ましいです。顔はどの角度から見てもふっくらと見えるようにすることが大事です。正面だけでなく、横や斜めから見た時にも自然な丸みが感じられるように調整しましょう。次はまつげ、二重、眉毛、下、瞳を制作します。モデルが灰色でやや見づらいので、3D ビューの右上にあるシェーディングのメニューを開き、照明から明るいマテリアルを選びます。すると、モデルの見た目が変化しますので、作業に応じて見た目を変えましょう。まつげは顔の面を複製するというやり方で制作します。数字の3を押して面選択モードにし、目の上部の面を複数選択。シフト D で複製します。P キーを押して選択を選ぶと、選択したメッシュを別のオブジェクトとして分離できます。ループカットで頂点を増やしつつ、まつげを作っていきます。3D ビューの右上から時々ワイヤーフレームにして下絵と合っているか確認します。二重と眉毛も複製するというやり方で制作します。面を選択して Shift D で複製、G キーで移動と調整をします。眉毛も同様のことをします。頂点をスムーズにやエッジフローを必要に応じて使用。眉毛と二重を頭部に近づけますが、ここではスナップ機能を用います。3D ビューの上にあるスナップを有効にし、面上の最近点を選びます。眉毛のメッシュをすべて選択した状態で G キーで動かすと、眉毛が頭部にぴったりと貼り付きます。これは選択したメッシュを近くの面にくっつくようにする機能です。作業が終わったら一旦スナップは無効にします。同じことを二重にもします。瞳の制作に入ります。シフト A キーから円を追加し、回転して白目部分に入れます。押し出しを使用して瞳を作成。瞳は側面から見たとき、まっすぐではなく、やや下の方を向くように傾いています。より瞳の形状に近づけたいのであれば、中央をややへこませるといいでしょう。下は口の中のメッシュを複製して制作するというやり方で進めます。こちらは複製から F キーによる面作成で進めています。髪の毛の制作に入ります。髪は前髪、横髪、後ろ髪と各パーツごとに分けてモデリングすると作業しやすいです。まずは前髪から始めます。シフト A キーから平面を追加。頂点数は最低限にして頭部に合うようにします。少しずつ頂点を増やして制作するのがポイントです。前髪をモデリングする際、額と前髪はなるべく隙間が空きすぎないようにするのがコツです。さらに頂点を増やしますが、面同士がなるべく均等な大きさになるようにします。前髪の辺はきれいに横に並べることで、前髪を揺れ動かす際、不自然な動きにならずに済みます。横髪を制作します。シフト A から円を追加。頂点数は10に設定。モディファイアからミラーを追加し、顔の横あたりに置きます。こちらも最低限の頂点で押し出して大まかに作ります。コントロール B キーのベベルを使用すると、角を丸めた状態で辺を追加することが可能です。V キーで頂点を分離します。毛先で枝分かれさせると自然な髪の毛が制作できます。また、
毛先を少し曲げると、より柔らかさが表現できます。前髪はキャラの個性に直結しますが、横髪はキャラの可愛さを決める大事な髪です。ですので、特にボリューム感が大事となります。横髪が痩せ細って見えないように調整しましょう。こちらもエッジフローを使用すると簡単に髪の毛を滑らかにできます。ただし、エッジフローは元の形状を無視することが多いので、すべての辺に使用するのではなく、必要な辺を選択して使用するのがおすすめです。後ろ髪を制作します。シフト A から立方体を選択し、オートミラーでミラー化。正面と下の面のみを削除し、サブディビジョンサーフェスを追加。この立方体をベースにして後ろ髪を作り込みます。また、後ろ髪の毛の房となる円を追加します。シフト A から円を追加し、頂点数は8と設定。位置を決めた後、他の箇所にも複製して円を配置。立方体と房は後で頂点を結合するので、それを意識しながら頂点数を増やしていきます。毛先は均一な太さで並べてしまうと、紙というよりはトゲトゲした硬いものに見えてしまいます。太さも方向もランダムにすることで自然な紙に仕上がります。このままだと頭皮が見えてしまうので短い髪の毛で隠します。頭部の面を選択し、P キーの選択で分離。Alt+S キーで放線方向に拡縮します。ここは隠れて見えない箇所なので頂点数は減らすといいでしょう。紙の側面を F キーで面で埋めていきます。煽り視点から確認すると後頭部が丸見えなので後ろ髪の内側にも房を追加します。後ろ髪の房をシフト D でお借りして作り込んでいきましょう。正面から見たときに後頭部が少し見えるようにしましょう。人体の構造上自然な頭の形になるためこの点に注意しましょう。猫耳とアホ毛などを制作します。髪の房はそれぞれ独立しているため跳ねさせることで柔らかい印象を与えられます。細かい髪の房は別オブジェクトとして作成し、ベースとなる紙に差し込むのがおすすめです。猫耳は実際の猫の耳など資料を見ながら制作するのがいいでしょう。また、猫の耳の中には外に向かって生えている毛があるので、これを再現すると説得力のある猫耳が生まれます。次は衣装を制作します。衣装は人体のメッシュを複製するというやり方で進めます。人体のメッシュを選択して Shift D キーで複製、Alt+S キーで放線方向の拡縮、P キーから選択で別オブジェクトにします。衣装の構造に合わせてメッシュを変えていきます。衣装のメッシュと人体のメッシュは関節など曲がる部分をできるだけ一致させましょう。ずれていると動かした時にメッシュが貫通するなどのトラブルが発生しやすく、後で修正が大変になります。パンツやズボン、靴も同じ考え方で製作をすると作りやすいです。靴の先端は転ばないようにするためやや反っています。靴に関しては資料を集めて作ることをお勧めします。首周りは別のオブジェクトにして作ります。制作する衣装によっては別オブジェクトにした方が作りやすいことがあります。そして尻尾に入ります。尻尾をモデリングする際の注意点です。尻尾は背骨の延長上に生えていますので、真横からニョキッと生やすのは NG です。背骨の流れに沿って尻尾を生やしましょう。最後は平面を使ってバツ印を制作します。こういったアクセサリーはキャラの印象を大きく左右することがあるので、キャラデザを考える際、とても重要な要素です。一通り完成したので仕上げに入ります。動画の途中ですが、ここで CG ワールドよりお知らせです。今月3月28日土曜日、29日日曜日の2日間、シリーズ第6回目となるブレンダーフェス 2026SS を開催します。モデリング、コンポジット、ジオメトリーノード、AI 活用など著名ブレンダーアーティストによる
テクニックやワークフローを学べるセッションを全16セッションご用意しています。現在、早期割引チケットも販売中ですので、ぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。それでは引き続き、ブレンダーフェスセレクションをお楽しみください。すべてのオブジェクトを選択し、編集モードに変更。A キーですべての頂点を選択。M キーから距離でを選びます。すると、重なった頂点が結合されます。リギングを行う際、重なった頂点があるとエラーが出てうまくいかないことがあるので、必ずこの工程は行うようにしましょう。次に、右上の 3D ビューのオーバーレイから面の向きを有効にします。青い面は表面で、赤い面は裏面となります。赤面がある場合、対象の面を選択して、Shift N キーで表面にします。裏面は様々な操作がうまくいかなかったり、テクスチャを書く際反映されなかったりします。また、Unity に持っていく際、メッシュが裏面だと透過されて反映されないなどトラブルの元になるため、メッシュは必ず表面に統一しましょう。ちなみにブレンダー 4.4 からは表面は透過され、裏面が赤色で表示されるようになっています。さらに、オブジェクトモードにして、右クリックから自動スムーズシェードを選びます。左下のパネルから数値を180と設定。オブジェクトの見た目を滑らかにします。エッジを目立たせたいところは、辺を選択して、コントロール E からシャープをマークします。シャープは衣装の折り目や角が目立つところなどによく使用します。次は、Rigify を使用したリギングに入ります。Rigify とは、アニメーション用の高性能なリグを生成できるアドオンです。オブジェクトモードにして、Shift A からアーマチュアを選択。Rigify メタリグからヒューマンを選択。すると、アーマチュアが追加されます。アーマチュアがメッシュと重なっていて見づらいので、最前面に表示させます。プロパティから緑色の人型アイコンをクリック。ビューポート表示パネルをクリックし、最前面を有効にします。これでアーマチュアがメッシュよりも前に表示されるようになります。このアーマチュアはメタリグというもので、リグを生成するためにボーンを配置する役割を持ちます。そのため、メタリグは直接使うリグではなく、このメタリグを元に生成されたリグを使用します。次は、このアーマチュアをモデルに合うように拡縮します。アーマチュアを選択し、オブジェクトモードであることを確認します。S キーでモデルに合うようにして左クリックで決定。次に、コントロール A キーから全トランスフォームを選択します。これはオブジェクトの変形の値をデフォルトにする機能で適用と呼びます。オブジェクトモードで変形した場合、この操作は必ず行ってください。そうしないとリグが正しく生成されません。次はボーンの編集に入り、アーマチュアをモデルに合わせていきます。アーマチュアを選択した状態で編集モードにすると、ボーンの編集ができるようになります。ボーンの編集はメッシュの編集とほぼ同じで、移動は G キー、削除は X キーなどでできます。ここで気をつけなければいけない点がたくさんあるので、それを紹介します。まず一つ目は、もともと重なっているボーンの関節は離さないようにすることです。例えばこの2つのボーンの場合、このようにボーンの関節が離れると、リグ生成時にエラーが発生します。そのため、透過表示を切り替えを有効にした状態でボックス選択するなどして関節が外れないようにする必要があります。もし離してしまったらスナップ機能を有効にし頂点を選びます。その後、ボーンの関節同士を重ねて修正しましょう。2つ目は体の中央のボーンは X 軸の数値を0にすることです。中央のボーンを選択し、サイドバーのアイテムからヘッドとテールの X の数値が0になっていることを確認してください。これが0以外の数値だと、ボーンの位置がずれたリグが生成されてしまいます。3つ目は、ペアレントの設定は変えないことです。ペアレントとは、ボーンを親と子に分けて、親ボーンの動きに合わせて子ボーンが動くようにする仕組みです。例えば、ボーンの接続が外れているからといって、コントロール P キーで接続したり、接続を解除しようと、オルト P キーを使用したりすると、リグの生成時にエラーが発生します。ペアレントの設定は、プロパティの緑色の骨アイコンから関係パネル内のペアレントから確認ができます。このペアレント内にあるボーンが親ですので、ここの設定は変えないようにしてください。今の話をもとにボーンを編集しますが、
まずは不要なボーンを削除します。顔の正面にあるたくさんのボーンは今回使用しないので、こちらは選択して削除します。また、頭部のボーン内部にある小さなボーンも選択することを忘れないようにします。そして腰にある斜めのボーン2つも選択。胸も今回は使用しないので、こちらも選択しています。X キーを押して削除を選んで消します。そして再び調整に入ります。3D ビューの右上にある X を有効にすると左右対称に編集ができます。人体とリグを関連づけるため、人体とリグ以外のオブジェクトは非表示にします。人体がまだ未完成の場合、それぞれのパーツを Ctrl+J で結合し、編集モードで完成させましょう。首付近にボーンが2つありますが、これは頭部や体のボーンではないので、このように首に合うように調整してください。指は関節が重なっている箇所があるので、離さないように注意しましょう。調整が済んだら、プロパティの人型のアイコンをクリック。Rigify パネル内にあるリグを生成をクリックします。リグが生成されました。アウトライナーを確認すると、リグという名称のアーマチュアが新たに作成されました。このリグとモデルを関連づけて動かせるようにします。メタリグは一旦非表示にします。メタリグは後で生成されたリグを修正したいときに生成し直すことができますので、削除ではなく非表示にすることをお勧めします。生成したリグは最初はすべてのボーンが表示されて見づらいので、必要なボーンだけを表示します。サイドバーのアイテムからリグレイヤーをクリックします。このパネルでは各ボーンの表示、非表示を管理することができます。この中にあるツイークは通常はあまり使用しないので非表示にします。この表示非表示は人型のアイコン内にあるボーンコレクションパネルからも管理できます。これは各ボーンをコレクションで管理する機能となります。目玉アイコンをクリックすることで表示の切り替えができるので好きな方を使用してください。次はこのリグでボーンの編集をします。まずは人型アイコンをクリックしてボーンコレクションパネルを開きます。この中に DEF という名前のコレクションがあります。これはデフォームボーンという変形用のボーンが格納されたコレクションで、このボーンを元に編集を行います。デフォームボーンのみを表示したいので、右側にある星アイコンをクリックします。これはソロという機能で、有効にするとそのコレクションだけを表示することができます。次に編集モードにするとメッシュを変形させるボーンだけが見えるようになります。ここで髪の毛や瞳、尻尾などの追加ボーンを作成していきます。左右対称にボーンを追加したい場合、半分のボーンを選択。3D ビューにあるアーマチュアから名前、自動ネーム、左右をクリック。再びアーマチュアから対象化を選ぶとできます。ボーンが増えたので、コレクションを新たに追加して髪の毛などのボーンをこの中に格納します。プラスボタンから新たにコレクションの追加。割り当てからボーンをコレクション内に追加です。次はアーマチュアとメッシュをペアレントの関係にします。オブジェクトモードで A キーで全てのオブジェクトを選択。最後にアーマチュアを選びます。コントロール P キーからのグループでを選びます。オブジェクトモードにしてアーマチュア、メッシュの順に選択。ウェイトペイントモードに入ります。点キーのスラッシュを使用して必要なメッシュのみ表示して作業します。対象のボーンにオルト左クリックをするとボーンの切り替えができます。この操作をよくしますので覚えておきましょう。タブキーを押すと編集モードとウェイトペイントモードの切り替えが簡単にできます。メッシュの修正は頻繁に起こるのでこのショートカットは便利です。ボーンを動かしてスキニングの確認をしたいときは IK に関わるボーンをコレクションから表示しそのボーンを動かすことで確認できます。IK というのは一つのボーンを動かすことで他のボーンが動くようにすることです。この細い円や矢印は IK でこれらを動かすと他のボーンが連動して動きます。Rigify はボーンが多いですが、これはより滑らかな動きが作れるようにするためです。ウェイトペイントが終わりましたら、動作の確認をします。次は UV 展開です。UV 展開できるように辺を選択して、コントロール E でシームをマークします。目立ちにくいところ、強く曲がっているところなどがシームを入れるポイントです。終わったら U キーを押して展開からアングルベースを押します。UV 展開の操作がはかどるアドオン MIO3UV を紹介します。
こちらは UV エディター内にあるサイドバーから操作が可能です。アイランドを選択してパーツを自動で整列を選ぶと自動的に順序を整えてくれます。格子状に展開したいときはグリッドを選択するとこのように簡単に展開できます。テクスチャーペイントに入ります。ペイントしたいオブジェクトを選択し、3D ビューの上部にあるテクスチャースロットをクリック。プラスボタンをクリックし、ベースカラーにして、サイズを 4096×4096 にします。ペイントしたら、こまめな保存を忘れないようにしましょう。セルルックなキャラを作る場合、テクスチャーの情報量は少ない方がいいです。シェイプキーで表情を制作します。まずは瞬きから行きましょう。オブジェクトモードで人体を選択します。プロパティからオブジェクトデータプロパティを選択し、シェイプキーパネルを開きます。プラスボタンからシェイプキーを作成。これをベースに表情をどんどん制作します。このベースとなるシェイプキーは絶対に編集しないでください。これを編集すると他のシェイプキーも同時に変形するため最悪すべてやり直す危険性があるからです。もう一度プラスボタンを押して新規シェイプキーを作成。このシェイプキーを使用して表情を制作します。片目閉じを制作する方法ですが、透過を有効にして顔の半分をボックス選択。頂点、シェイプキーからブレンドを選び、左下のパネルからシェイプキーをベースにします。さらに加算を無効にし、ブレンドを1にすることで制作できます。目の代表的なシェイプキーは、閉じ目、笑い目、見開き、怒り、じと目、びっくりです。閉じ目や笑い目はウィンクも制作するといいでしょう。眉毛の代表的なシェイプキーは、困り眉、怒り眉、ニコリ眉です。また、調整用の眉下や眉上もあります。口のシェイプキーでは、リップシンクに必要なあ、い、う、え、おの口の形を制作する必要があります。笑い口なのも代表的です。次は、VR チャット用に必要なシェイプキーを追加します。このシェイプキーは名称が重要になるので、間違えないように注意してください。まずは自動で瞬きするために必要なシェイプキーから4つ追加します。これらは追加するだけで大丈夫です。次は15個のリップシンク用のシェイプキーを作成します。数が多いので箇条書きにします。前方に V を含み、後者に複数のキーが含まれます。このように設定することで VR チャットアバターの設定の際、自動で割り当てられます。15個のシェイプキーを作るのは面倒なので、すでに作成したシェイプキーをお借りしましょう。既存のシェイプキーの数値を1にして、新規シェイプをミックスから作成を選択。既存のシェイプキーがコピーされるので、名称を変更します。次は、各オブジェクトの名称を英語にします。まずは、顔、まつげ、眉毛、瞳、舌などシェイプキーに関わるオブジェクトがすべて結合されていることを確認します。結合したらアウトライナーからシェイプキーのあるオブジェクトはボディと名前を変更。こちらは必ずボディにしましょう。ボディ以外だと VR チャットで正常に動作しない可能性があります。他のオブジェクトも日本語ではなく英語名義にします。英語にしないと様々な不具合の元になる可能性があるので、なるべく英語にしましょう。最後に瞬きするために必要なシェイプキー4つはベースの下に移動して完了です。シェイプキーを使用する際の重要な点ですが、この機能を使用するとモディファイアが適用できなくなります。そこでシェイプキーありの状態でモディファイアを適用できるアドオンの SK キーパーの登場となります。例えばサブディビジョンサーフェスがあった場合、適用しようとするとエラーが出ます。オブジェクトを選択してオブジェクトから一番下にある項目をクリックします。どのモディファイアを適用するか決められるメニューが表示されるので、サブディビジョンサーフェスをクリック。確認をすると適用されています。次は Rigify でアニメーションを制作する方法を解説します。リグの動かし方には IK と FK の2つがありまして、かなり簡単に言うと IK はボーンを連動して動かす方法で、FK はボーンを一つずつ動かす方法です。Rigify ではこの腕と足の中にある緑色のボーンが FK ボーン、
周りにある細長い線が IK ボーンです。IK ボーンを選択し、サイドバーを開くと、IK と FK を切り替えられる項目があります。例えば0にすると IK が動き、1にすると FK が動くようになります。磁石アイコンのボタンは IK あるいは FK にボーンをスナップさせる機能です。例えば IK で動かした箇所に FK のボーンを移動したいとき、IK をクリックすると簡単に FK が IK の位置に移動します。IK で動かす場合、ボーンを移動してI キーや K キーでキーフレームを挿入。タイムラインからフレーム移動して再びキーフレーム挿入。これを繰り返していきアニメーションを制作するのです。そしてこの工程を経て完成したのがこちらです。最初は保管方法をベジェにした状態でアニメーションを選択し、必要な箇所にキーフレームを打って保管を一定にすることでまるで 2D アニメーションのようなコマ落とし表現が可能になります。より 2D アニメ風にするポイントは、素早い動きはあえて消すことです。例えば、宙返りのアニメーションでは、準備動作、空中での停止、着地にコマ数を使い、その中間の素早い動きは省略します。一見ワープしているように見えますが、人の目は速い動きを追いにくいため、視聴者は速すぎて見えないと脳内で補完してくれます。ただし、すべてを速くすると何が起きているのかわからないため、ゆっくりした動きにはしっかりとコマ数を確保するのがメリハリのあるアニメーションを制作する際のコツとなります。次はモデルを Unity にインポートするための準備を行います。Digify はデフォルトではこのまま Unity に持っていくことはできません。そこで外部アドオン Digify to Unity を使用します。Dig を選択し、プロパティの人型アイコンをクリック。Digify to Unity Converter パネルというのがあるので、こちらを開きます。この中にある Prepare Rig for Unity をクリックします。すると Digify が Unity へインポートできるように変更されました。Unity にモデルを持っていく際、アーマチュアの構造は Unity のヒューマノイドという規格に合わせる必要があります。このアドオンを使用することで Unity に合わせたアーマチュアに変更することができるのです。ただし、一部のボーンが削除されるため、スキニングの修正が必要になります。DEF コレクションを表示し、スキニングの修正を行いましょう。各ボーンの名称変更は F2 からできますので、覚えやすい名前に変更します。ちなみにボーンの名称はヒューマノイド規格に完全一致している必要はありません。Unity にモデルを持っていく際、注意すべき点をいくつか説明します。Unity でセットアップ中にミスを発見すると、ブレンダーに戻って修正を行い、再びエクスポートするといった作業が発生するため、これらはしっかり確認しましょう。まず一つ目は、メッシュが表面であることを確認します。裏面だとメッシュが正常に表示されないので注意しましょう。二つ目は、スキニングが正しいかどうかを念のために確認してください。特に揺れ物は動いてほしくない箇所にウェイトを設定してしまっていることが多いので注意しましょう。三つ目は、マテリアルの数を確認します。可能な限り一つのオブジェクトには一つのマテリアルと一つのテクスチャーを設定しましょう。不要なマテリアルがあると Unity に持っていく際、モデル全体のパフォーマンスが低下する恐れがあります。4つ目は、モディファイアはアーマチュア以外は適用しましょう。それ以外のモディファイアがあると Unity でシェイプキーが設定できません。5つ目は、オブジェクトは全トランスフォームで適用します。トランスフォームの数値が初期値以外だと Unity で調整する際不便なことがあるからです。6つ目は、揺れ物系のボーンは枝分かれ前にボーンを挟むか細分化です。これはフィズボーンという揺れ物に関する設定を行う都合上、このようにしないと機能しないからです。最後はマテリアルにプリンシプル PSDF が設定されているか確認します。このノード構成にすることで、後に行う FBX の設定がうまくいきます。確認が終わりましたら、FBX 用のフォルダを作成し、この中にテクスチャーを入れます。テクスチャペイントモードで画像、名前を付けて保存をクリック。フォルダ内にテクスチャを保存しましょう。フォルダ内にテクスチャを入れたら、モデルを FBX 形式で出力します。ファイル、エクスポート FBX と選びます。ブレンダーファイルビューが開くので、右側で設定を行います。まずはパスモードをコピーにして、右側のテクスチャを埋め込むチェックを有効にします。これはテクスチャを FBX に埋め込むかどうかの設定で、これをすると Unity にインポート時、テクスチャが自動で反映されます。次にオブジェクトタイプですが、こちらは
シフトを押しながらアーマチュアとメッシュを選びます。スケールを適用はすべて FBX に設定。これで Unity でのスケール値が1になります。下にあるトランスフォームを適用は有効にします。ブレンダーと Unity では座標軸が違うので、こちらは有効にするといいでしょう。今回アニメーションは使用しないので、アニメーションは無効にします。アーマチュアパネル内にあるリーフボーンも追加する必要がないので無効にします。リーフボーンはボーンの末端に追加されるボーンで、場合によっては必要になることもありますが、多くの場合無効で問題ありません。設定が終わったら FBX をエクスポートをクリック。FBX がフォルダ内に出力されました。それではいよいよモデルをブレンダーから Unity に持っていきます。Unity のインストール方法ですが、まず Unity Hub をインストールしましょう。Unity Hub とは Unity のバージョンを簡単に管理ができるアプリです。Unity だけをダウンロードしてもそのバージョンしか使えませんが、Unity Hub を使うことで必要なバージョンを選んでインストールできます。Unity の公式サイトからダウンロードできますので、こちらからインストールしましょう。起動したら次はVR チャットに対応したバージョンの Unity をダウンロードします。対応バージョンは VR チャットの公式サイトに明記されていますので、こちらを確認してください。現時点では 2022-322F7 となっていますので、このバージョンを Unity Hub からダウンロードします。VR チャットがサポートしているバージョンでないと、モデルを VR チャットに持っていくことはできないので、バージョンは必ず確認してください。Unity Hub の左側のメニューからインストールをクリックします。右上のインストールエディターを選び、出てきた画面からアーカイブをクリック。そしてこの画面からダウンロードアーカイブを選択します。するとアーカイブのページが開きますので VR チャットに対応したバージョンを探します。右側のインストールをクリックし Unity Hub を開きます。設定画面が表示されるので言語パックを日本語にしインストール。次は Unity のアカウントを作成します。左上の人型アイコンをクリックし、サインインを選択します。表示された画面からメールアド、パスワードを入力して Unity ID を作成してください。ID を作成したら言語を変更し、ライセンスも習得します。歯車アイコンをクリックし、この中にあるアピアランスをクリックし、ランゲージを日本語に変更。次にライセンスをクリックし、ボタンをクリック。この中にある無料のパーソナルライセンスをクリック。新たに画面が出てくるので習得します。画面を閉じて左側のプロジェクトをクリック。右上の新しいプロジェクトをクリックし、テンプレートから 3D を選びます。右からプロジェクト名を変更し、右下にあるプロジェクトを作成をクリック。すると Unity が開きます。キャラの見た目を変更するためのシェーダーを Unity にインストールします。ここでは Unity ちゃんトゥーンシェーダーというセルルックな表現ができるシェーダーをインストールします。Unity ちゃん公式サイトからダウンロードし、インポートしましょう。ダウンロードした Unity パッケージファイルをプロジェクトのアセット内にドラッグし、インポートを押して完了です。先ほど作成した FBX とテクスチャーが入ったフォルダをプロジェクト内にあるアセットにドラッグします。インポートしたキャラを選択すると、インスペクター内に設定が表示されますので、ここで様々な設定を行います。まず、モデルで縫線をインポートにし、ブレンドシェイプの縫線はなしにします。このように設定することで、表情を動かしたとき、縫線が乱れることがなくなります。設定したら、下にある適用するを選択。次に、ディグを選び、アニメーションタイプをヒューマノイドにし、適用するをクリック。最後に、マテリアルを選び、マテリアルを抽出をクリック。すると、プロジェクト内にマテリアルが抽出されます。モデルを 3D 空間に表示したいので、プロジェクトからモデルを選択。ヒエラルキーにドラッグすると配置されます。ちなみにリグの設定からボーンの割り当ての確認、マッスルと設定から動作やスキニングが正しいかどうかの確認ができます。右上がすべて緑色になっていれば問題ないので、下のドーンをクリックします。次にマテリアルを設定します。プロジェクトからマテリアルを選択。インスペクター内にあるシェーダーから Unity ちゃんトゥーンシェーダー、トゥーンダブルシェーダー with フェザーを選択。ファーストシェードマップにプロジェクト内にあるテクスチャをドラッグして入れます。このモデルを VR チャットに持っていくという流れです。
モデルを VR チャットに持っていくためには、とあるソフトウェアが必要です。それは VR チャット SDK で、VR チャットのサーバーに接続するためにあります。このソフトウェアを入手するには VR チャットのアカウントを作成する必要があります。公式サイトから作成できますのでログインします。公式サイトにログインしたら左側のダウンロードをクリックします。画面下にあるダウンロードザクリエイターコンパニオンをクリックしてダウンロードします。こちらは SDK の導入に必要なアプリで略して VCC と呼びます。起動したらCreate New Project の右側をクリックし、Add Existing Project を選択。先ほど Unity で作成したフォルダを指定します。表示されたプロジェクトの Manage Project を選択。パッケージが出てくるので、この中にある VR チャット SDK アバターのプラスボタンをクリック。追加したら、右上の Open Project をクリックして Unity を起動します。Unity に移動したら、ヒエラルキーでキャラクターデータを選択します。インスペクターの下にある Add Component をクリック。検索窓が出てくるので、ここに VRC と入力します。VR アバターディスクリプターがヒットしたら、これをクリックします。次に、このコンポーネントの設定をします。ビューパネルをクリックして開きます。こちらは VR チャットのプレイヤーの視点位置を決める項目です。座標が明記されている項目の横にエディットがあるのでクリックすると、キャラの上の方に球体が表示されるので動かして調整します。およそキャラの目の間に球体が来るように調整します。次は口の動きを設定します。リップシンクパネルを開き、モードをビゼームブレンドシェイプにします。フェイスメッシュからボディを設定すると15種類のシェイプキーが自動で割り当てられます。相手に視点が向く設定をします。iLook パネルの中の Enable をクリック。アイズ内にあるトランスフォームから左右の目の棒を割り当てます。ローテーションステイツから目の回転を調整します。動作のテストはプレビューから行います。iRibs は瞬きの設定です。iRibs タイプをブレンドシェイプに設定。iMesh にボディを割り当て。下のブリンクに瞬きのシェイプキーを入れます。下2つは今回使用しないのでノンにします。髪の毛やスカートなどの揺れ物の設定をします。まず、ヒエラルキーから揺れ物に関するボーンを選択します。Add コンポーネントから VRC フィズボーンを追加します。ルートトランスフォームの欄に先ほどの髪の毛のボーンをドラッグ&ドロップします。この操作を他の揺れ物ボーンにも行います。上の再生ボタンをクリックし、キャラを動かして揺れるか確認します。ひとまず揺れるようになりましたが、揺れ物が体を貫通してしまうので、これを防ぐためにコライダーという衝突判定の設定をします。頭のボーンを選択し、Add コンポーネントから VRC フィズコライダーを選択。パネルから半径や位置など調整を行い、コライダーを設定します。設定したら、髪の毛ボーンがコライダーに当たるようにします。各髪の毛ボーンのインスペクター内にあるコライダーパネル内に先ほどコライダーを設定した頭のボーンを入れて完了です。最後は VR チャットにモデルをアップロードします。上部のメニューにある VR チャット SDK 小コントロールパネルをクリック。画面が出てくるので VR チャットアカウントでサインインします。ビルダータブを表示します。こちらからアバターの設定ができます。ネームからキャラ名を入力。ビジビリティではプライベートかパブリックを選べます。プライベートは自分だけがこのアバターを使用でき、パブリックは他の人もこのアバターが使用できます。セレクトイメージはサムネイルの設定で、こちらは任意の画像を設定できます。ここに赤いびっくりマークがあるとアップロードできませんので対応します。これはリグの設定が合っていないという意味なので、リグから設定をし直す必要があります。どうやら首の棒の設定が違ったようなので、首の下部の棒をネック内にドラッグします。これで一つびっくりマークが消えました。2つびっくりマークがありますが、これらはオートフィックスをクリックして解消します。他にもいくつかエラーはありますが、これらがあってもアップロードは可能です。一番下にあるチェックを有効にします。すると、ビルド&パブリッシュというアップロードボタンが出てくるので押します。アップロードサクシードと表示されればアップロード完了です。ちなみに VR チャットにはユーザーランクがあり、ニューユーザーにならないとアバターがアップロードできません。
VR チャットでフレンドを作ったり、様々なワールドで遊んだりしてユーザーランクを上げましょう。最後はおまけですが、セルルックのノード構成について簡単にお話しします。セルルックな表現は、主にカラーランプ、シェーダーの RGB か、ディフューズ BSDF、この3つによって構成されています。さらに、テクスチャ画像やミックスノードによる組み合わせで、より複雑な表現が可能です。ちなみにブレンダー 4.2 以降は影にノイズが入ってしまうのですが、これをなくす方法は以下のノード構成となります。シャドウライトと透過 BSDF、シェーダーミックスによる構成に加えて、ソリッド化による厚み付けで落ち影を表現するのです。落ち影のマテリアルを作成し、これは透過 BSDF をつなげています。ソリッド化モディファイアでこのマテリアルを追加することで機能します。動画の内容は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございます。